今日なんですけれども、棒手裏剣の中でも内針と呼ばれる種類の手裏剣があります。その手裏剣で遊んでみようかなと思います。私が持っている内針、先が細くて、これぐらいから今度また後ろの方がすぼまるように細くなっている形。本来こういう銀色ではなくて、これが本来の色なんです。ちょっとね、手裏剣同士をぶつかってしまったりとかぶつけてしまったりすることが多くなったので、私が研いでいくうちにこういう色になってしまった。かなり違いますよね。もともと同じものなんです。これだけね、ちょっと何も手入れをせずに、というかこれほとんど使わずにいたものですね。本来これ私のものではないので、最初から傷はついてたんですけれども、それを私が練習していくうちにどんどん傷を大きくしてしまって、でそれをそのままだと怪我をしてしまうので、手入れをしていくうちにこんな色になってしまった。今だとね、黒染めとか簡単にできるので、改めてこれは何かしらしておかないとダメですね。内針、これで手裏剣の練習をスタートしたので、ちょっと思い出もあります。今までこの手裏剣は全然動画に出していませんでした。自分の流派とかも全く出さずにやっていたので、むしろそういったものはあまり出さないようにしていた。今回はね、流派名とかも出す機会があったのでいいかなと思って出してみました。細長くなっている、先の方が細くなっているので非常によく刺さります。こういったね、少し柔らかい畳とか、こういうターゲットに対して非常に大きな力を発揮する。もちろんこれ今直打法で打ってるんですけれども、この形状の場合回転打法も使えると思います。回転できるかな、ちょっとやってみます。回転打法、ごめんなさい、半回転打法。今半回転打法で打ちました。今度は直打法。結構ね、これぐらいの距離でも打ち分けられる種類です。半回転打法、直打法、半回転。ある程度距離が離れてても打てるんですが、実はこれ楽しいのがこの近間なんですよね。どちらかというとあえて言いますと投げずに使う種類の手裏剣だと思います。断定はしない。持っても使えるように。なんで近い距離で体と一緒に使うのが一番いいかなと。手刀の感じで、手刀の感覚で打っていくと割と面白い。この内針は非常に細い、細いって言っても6ミリぐらいはありますかね。6ミリ、7ミリはあると思うんですけれども、細い形状なので片手で複数本持つことも容易です。もう片方の手は開けてもいいですし、何か隠し持てても構いません。この状態で先ほどの例えば手刀の形で手裏剣を打つ。もちろんこのまま持ち替えをせずに打つことができる。もしこれでも何かあった時にはもう一つ隠し持ってますので、
まあこんなことやらずに逃げちゃうのが一番いいんですけどね。まあでもこういう片手での操作、複数本を持って打つことも非常に容易です。まあ、私自身はこれ近い距離でのこういう体の使い方と合わせて打つ、これがやりやすいと思ってますし、まあ、あとはこういう動き以外にも、例えばこんな動きでも、まあ今やったものも手刀ですよね。この要は斜めに手を振るのではなくて、これだけこの動きに手裏剣があるだけ。あとはこの独特の形状なので、直打法も回転打法も比較的使いやすい。さっきもやった直打法、直打法、回転打法で、また直打法、直打法、こういったね使い方ができる。まあ自在かどうかは分かんない、それは使う人次第。まあ道具なんて全部そうですけれどもね。ただこれしかできないっていうのじゃなくて、かなり融通が利く、いろんな使い方ができる。それもね非常に優れてる点だと思ってます。あとこれちょっと太いのもあるんです。少し太いやつ。これもねちょっと私が手入れをしていた関係で、ちょっとね今はパンダ柄なんですけれどもこんなのもあります。これはね先ほどよりも少し太めになりますかね。ただ形状はねほぼ一緒です。私はね結構これが最初に作ったやつだって聞いたんですけど、まあとりあえずは先ほどのものを少し大型化したものなので一緒です。直打法でもただね大型な分刺さるんですよ、こっちの方が強く。あんまりねこれをやるとばらけないように打ってますって今言いかけたんですけど、手元狂っちゃいましたね。なるべくばらけて打つようにしてます。あとこれもやっぱりね刺さりが深い。一回刺さるとね非常に深く刺さります。これも半回転打法と直打法が使い分けやすいですね。直打法、直打法、半回転打法、こういうふうに非常にコントロールがしやすいです。もちろん少し大型なので威力は増します。だから手に持って使っても十分強いですし、もちろん先ほどのこの手刀打ち、これも非常に強くなります。これがね同じところに刺さっていくとすごくかっこいいんですけれども、ただ当たるのが怖いんですよね、威力がある分だけ。
これね、多分刺さるところを見ていると昔の映像であったんじゃないかな。ちょっとやってみましょうか。おそらくね、こういう映像を見たことある方がいらっしゃるんじゃないかと。ということで、今日は内針、針型の手裏剣の一種、これを使って遊んでみました。やはりね、自分自身の、手裏剣をスタートしたところっていうことで、思い入れもありますけれども、非常に使いやすいものの一つです。使いやすいっていうのが遠い距離からでも簡単に刺さるではないんですけれども、逆に言うと回転させるもさせないも自分次第なので、道具としてどう使いたいか、どう使うべきか、そんなことを考えながら遊ぶのに最適だと思ってます。それこそね、近い距離で使う、それから回転しやすいという部分もあるので、半回転打法、これも使いやすい。割とマニュアル操作ができる楽しみというか、そういったものを教えてくれる手裏剣の一つじゃないかなと思ってます。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。片手での引き打法でも、ただね、大型な分刺さるんですよ、こっちの方が強く。